儲けが儲けがない。58日。おかずだと何が人気なんですか？今日の方、肉じゃが。肉じゃがですか、やっぱり。結構言われるね。言われますか？うん。肉じゃがないのって。それも毎日やったらもうほんまに。夜明け前から働かなあかん。一応俺、肉じゃがはね、基本、月木。月木。で、一応決めてるんですよ。あ、にするか難しいですね、こう選ぶのが。そうでしょ。選べないですね。食べる時でしょ。そうそうそう。結構お客さんだからもうどうし迷うよう。量多くないですか？どれですか？卵。いやいや、いつもこれとはい、いつもと一緒ですね。豪華です。卵も結構人気です。人気ですか？はい。今日うちは12時過ぎの一番忙しい時に電子レンジ故障して、このお客さんにも電子レンジが故障してせっかく来てくれたのに申し訳ない。潰れたのね。で、おとといまで休めたじゃないですか。あなんで休みの時に潰れないのって。そしたら買い替えたのに。そうなんで今日もとか言って。見どころが多いんですよ。お腹いっぱいになりました。ありがとうございますとか言って言われたら嬉しくなりますしね。ああ。普通のお店だったらもうこれで十分。
そうやって言われるとね頑張ろうと思うんですよ。そうだもうそうすると大変になっちゃうから難しいところですね。そうなんですよね。なかなか作るのも大変だし。あれですよ。唐揚げいき唐ますね。揚げいきますよ。私も取りたいな。特別なんか衣が美味しいとか、なんか隠し味を使ってるとか串味ね、言える範囲で。まあ全部言えますよ。言える全部言え生姜、生姜も入れてるんですね。ニンニク、ニンニクそれからみりん、おお酒、お酒。薄口醤油。おあとは途中でね、卵を溶いたやつを1個丸々入れるんですよ。あ途中で。途中で衣が作ってる時に下味してる時につけてる。それと片栗粉を普通用意してあげるでしょ、はい。唐揚げっていうのは。それより先に水溶き片栗粉をちょっと入れるんです。ああ好きが良くなるんですあ、そうですね、はい、卵は特にね入れると入れるか全然味違う。ね。へえ。丸くなる感じ。あ卵入れると思う俺は。まあじゃあご家庭でもいいです。やってみた方がいいと思う。ニンニクはちょっとそれぞれですね。まあ好き嫌いあるからね。生姜は僕も入れてるんですよ。
5分ぐらい時計が早かったりしないですか？早いです。そうだからやっぱり5分早めて。そういうことなんです。そうなんですよ。まあ今はねそうでもみんなねそうでもないんですけど、私は結構バタバタしてる。遅れてるより早い方がいいですよね。そうなんです。それは。でももうみんな分かってるからこれ5分早かったよねとか言われますから。早いです。が選びづらいですけど、まあじゃあ肉じゃが。いいですよ。どういうふうにされるか。バタバタするとね、入りきない。本当3つぐらい食べたいですけどね。そうみんな言いませんか、たまに取れる人ついてますよね。豪華。はい、これもいいですね。あ、自分で入れますよ。いいですか。はい。水入れてきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。
調理中です。最適ならあります。
2個でよろしいですか。例えば裏メニューメニューありますので、メモ用紙の方にご記入お願いします。すいません。これはパスタね。パスタ、カレーのパスタです。はい。はい、ダブル大盛りルー多めです。チキンがトップで、はい。ポークで、はい。それからコロッケかエビか。ね、勝負やな、エビかコロッケか。まあそんなもんやね。あとはもう煮たり寄ったり。チキンが70%ぐらい。へえ。なんでこんな安くできるんだろうとずっと思ってるんですか。企業努力。儲けがほとんど儲けがないぐらい。ない。だからたくさん入っていただかないと、儲けがほとんどないという状態。儲けなかったらやってへんけどな、ちょっとはあるんよ。たくさんお客さん入ってますよね。そう、休みがもう年末の1、2、3。3日だ。はい。よかったね、ネガが出て。ありがとうございます。またなんか見れないです。貴重なシーン。まあでも出るときは5人前ぐらい出るよな。ああ。こんなに。大盛りはまあ500 500g。グラムちょいぐらいかな。もうちょっとあるかもしれん。だからメガになると1キロ強やな。これにカツが入ってルーが入ったらこれでビーフとチキンといつの間にか乗ってるみたいな。はい、はい、ポークとコロッケと、はい、エビです。はい、カレーかけます。はい、メガ盛りです。パスタはパスタしか食べない人もいてるしな。そう、もう絶対パスタでないと嫌いう人も。これを入れて、はい。油をちょっと上がるの、同時ぐらいにせな。パスタ入れてる。
これ一人前こう丸めてあるので、朝に全部してあるので、なるほど。一人前を大盛りやったらこれの半分を取ります。はい、1.5 倍します。パラッこんだけとこうしてここにマッシュがあるので、マッシュを入れて、でこれでもっと上がってきたら筒見ながら、まだやったらちょっと下げて。こんなもんでしょう。はい。立てて油を切って、ああ綺麗。必ず切れ目を確かめて。硬くなっちゃうから。ねえ、そう。ちゃんと揚げました。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。すいません。段取りだけね、ありがとうございます。これを油入れて、はい。カレー粉入れて、はい。玉ねぎと肉入れて、はい。ケチャップ入れて、はい。炒めて、炒め終わったらこれを入れる。これきますから。はい。で、ちょっと戻ってきて、これスープを入れて、ご飯に入れて、味付けて、混ぜて、出来上がった。わかりました。こうですね。助かります。とてもカメラ動き方がわかるんです。助かります。だから止めるときはちょっと待ってって言うと止めます。あ、本当です。で、こっち行きますね。はい。
晴れたら。晴れたり、やっぱり嫌がるんじゃ多分見てる方が。入れ替えてるんですか？うん。素晴らしいですね。丁寧。ありがとうございます。ありがとうございます。結構一個一個が安いから大変ですよね、数。そうですね。いっぱい焼かないといけないから。いいですか？キャベツ焼き大変なところってどこですか？大変なところ。私苦手はキャベツ切るやな。切る。切る？あ、切るところ？そうトントントンって。そうそうそう。疲れる。これは炎症になる。楽しい。一枚一枚丁寧で美味しい作ってお客さん喜ぶのためにね。そうですね。そう。もう何枚焼いたかわかんないですよね。もうたくさん焼いてきましたね。そうですね。もう前もナンバーは1日3000枚やね。3000枚。3000枚、そうそう。
できました。これ熱々。熱だ。焼くとき気をつけてらっしゃることとかあるんですか？真ん中は一応真ん中ちょっとへこまして。少し豚最後もうちょっとだけ残ったのをこの豚のはい。また返しに行きます。すいません、ありがとうございます。返します。はい。よろしいですか。はい。いきます。はい、大丈夫です。押します。はい。ここでもやっぱ真ん中をへこませる。押して空気を抜いて、蓋をして、はい、熱い空気をバッと入れたらふわっと出来上がります。高校ぐらいかな。高校ぐらいかな。ここの家で生まれました。私は。ついてきたわけじゃなくて、はい、息子さんもついてくれてこう良かったですね。安泰です。今はちょっとあれですけどまたね。はいはい。ありがとうございます。そういう人は大丈夫。これでもって蓋をします。はい、中まででも昔からの焼き方で味も変われへんから、ずっと常連さんも何代にもわたって、おじいちゃんおばあちゃんに連れられてとか、いいですね。こちらはだから混ぜ焼き。混ぜ焼き、そうそうです。言い方でとしては単純なもう混ぜ焼きです。普通の。まさか蓋するのだけちょっと普通のとこと違う。あ、そうか。抑えるっていうのは今も一般的には抑えへんから。抑えないですね。蓋がないから。そうか。蓋がなかったら抑えたらぺっちゃんこになるだけだから。蓋をするとふわっとできる。特製のソースを2種類つけます。はい。こっち側が甘い方です。甘い方。はい。こっち側がちょっと濃い方。はい。両方つけたら美味しいから両方つけます。あとはカツオと青のりです。はい。最後はマヨネーズ。うちのゆるキャラに。ゆるキャラ。はい。おかりちゃんを紹介します。すごい悲しい気持ちになった。
インバウンドの時はドラえもんを書いたら皆さん喜んでくれる。喜びますよね。外国の人はすごかったですよ。そうですよね。こっちがああ、だった。いつからこういうのを書こうってなったんですか？もうね25年25年前。25年ぐらい前からやってますよ。けどその時はほななかったから、はいインスタとかそういうそう、なかったなかったから口コミだけで。すごい。もう今はもう書いたらすぐもうバーッともう全世界に広がるから、これも海外にも行きますんで。そうです。もう今海外にもすごいです。はい。ですよね。もうつつ裏裏。すごい簡単にやってらっしゃるように見えるんですけど、暑いんですよね。暑いですよね。暑いですよね。タイミングも難しいですもんね、結構。両方やるの大変ですね。すいません。キャベツの芯を取ってるっていうなんかすごいですね。芯取らないとね、ここだけ硬いから。硬くなっちゃう。細部まで丁寧な。ああ、そうか。火入れるとまたちっちゃくなっちゃうわけですよね。水分抜いとかないとね。でっかい。で、1個出来上がります。包んだ大事なキャベツ。キャベツが。キャベツが入ってる。ちゃんと水が回るようにお湯がね回らないとどうしても当たって焦げちゃうんで。ああ、そういうことですね。はい。
だから数もしっかり気にされてるってことですか。塩を置いて、ああ、そういうことですね。はい、全部水でつけるわけじゃなくて、浮かんでこないように。はい。下にもこれを同じのを敷いてたでしょ。はい。あれでそこに当たらないようにして、焦げない。はい。ございます。なんでこうパリパリをパンで、揚げてから保存してからまたこっちでずっとまた、ああ。じゃあもう1日がかりですね、これね。待って、今それは何になるんですか。カレーカレーですか。ロールキャベツが2種類のソースあなんで、デミグラスソースとカレーソース。デミグラスとカレー。なるほど。お願いします。新しい取り組みとかは若干メニューはありますけども、こういう大人の子こういうのは昔はなかったですよね。じゃないですけども、ですけども、どちらかというとメインはこのロールキャベツを懐かしんでいただくとか、そうですね。味を変えずにってことです。そうですね。デミグラスソースも全然作り方は変わってないので、昔ながらのその作り方でっていう。ご飯食べる人ね、お腹空いたらご飯食べるのは焼き飯、焼きそば、餃子とかね、家族来ているエビ天ぷら、それ。お酒飲む人ね、ピータ。ピータン。私こっちピータ人気ちょっとある。ピータた。私自分は思った。今
店来てね楽しいみんな60代50代40代30代20代、バラバラ毎日楽しいでも時間で味 OK よいや焼き飯テレビ何回放送したよいっぱい来ました。スマホでそらまっちゃん、初めやったよめっちゃ手痛いよ、今は全然大丈夫。腱鞘炎？初め焼き飯2つ手やってて、あと長いこと今1つ手。料理上手な家庭料理。醤油とかしてもいいですありがとうございます。
ただきます。ごめんね、私喋る下手くそ。うん。でもめっちゃ喋る。OK です。ママ下手くそめっちゃ喋るね。オッケー。はい、どうぞ。はい、お待たせしました。チーズおむそばです。はい、どうぞ。どうぞ。幸せどうぞ。やべー。定食2丁お願いします。やべー。あなただけ先
一応ご飯はちょうどです。はい、どうぞ。お皿と、さらにモダンを持つトッピング、豚骨水、イカ玉煮と、その玉をいい。ちょっといい？ちょっといい？これは
混ぜ焼きじゃないんですよね。なんか、これは違うんですよ。昔からなんか広島焼きでもないね。そうですね。昔大阪でこういう一銭洋食っていう焼き方があって、それとちょっと今のお好み焼きの間ぐらいの焼き方だよね。はい、うん。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 
うちはもともとアイスクリームと回転焼きが主のお店やったんですよ。あ、だから今はこれはで冷夏組合っていうのがあって、でちょっとなんていうの、売れが悪くなった時にその冷夏組合の仲間の人に教えてもらったのがこの焼き方でね。そうなんですね。いやこれずっとやってるんですけどね、親父の代から続いてまして、もう60年からやって60年、64年ですね。64年64年になります。37年からいやいや32年から、昭和32年から。創業。なんかご親戚というか親戚というかもう昔馴染みの人です。仲間という友達です。水切れが悪かったよ。水切りが悪かった。うまいよ。ごめん、大丈夫。大丈夫やね。大丈夫です。そうなんです。ごめんだけど。そうね、これで。一時のやつもやってるよ。
美味しそうに見えた。すごい美味しそうに見えます。まあ美味しいと思います。美味しいよ。これはミックスモードでやることだからなんかさっき歩いててもこう皆さん仲良くやってるのが印象的で。ああ、はいはいはい。もう喋りながらべちゃべちゃと。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。これでいいですね。それもいい。そうで。作ってらっしゃるけど、こんな値段で提供されてるっていうのがすごいびっくりしました今日。お話聞いて。朝はもう早くからじゃやられてるっていう。そうですね。仕込みやってますね。ですよね。お一人でやってるんですか、仕込みは。一人です。営業直前でスタッフさんがアルバイトさんとか来て、そうです、直前、はい、そうです。お昼とかやって、そうです。朝何時ぐらいからやられてるんですか。朝が7時ぐらいですけど、もう別に夕方とか夜とかもやってるんで、仕込み。あ、そうか。朝が営業しながら。そう。じゃあ、それしないと大変ですもんね。朝もっと早くなってる。そうです。この値段じゃ出てこない材料じゃないですか。丸めて、ここからまたパン粉つける。これは揚げる直前にやるんですか、それともある程度こうまとめて。これはその前にやっとくけど、で朝これをパン粉つけて。へえ。これも結構大変ですよね。これ大変。お店では
スタッフさんではトリプルっていう言い方してるんですか？そうです。あれも行きます。大体卵どのくらい何個分とかあるんですか？3つ分ぐらいです。これで16年ですね。16年、ヶ月も近いと思うんですけど、若い人が多いんですかね、お客さん的には。まあそうですね、若い人もまあ多いんですけど、中高年の方も結構、昼間はね、結構幅広いですね。そうですか。男性客一人でも多く来てましたもんね。あと芸人さんとかも結構来られるのかなと思ってました、後ろのそうですね、芸人さんも来てもらってますね。オーナーさんがサインしてくれっていうのか、芸人さんがサイン書かせてくれっていうのが、一応うちから頼みますね。うちから頼んで、それはスタッフさんとかオーナーさんがこう、あの人誰々さんだって分かるわけですか？そうですね、大体分かりますね。
吉本が好きだったってことですか？ほんでアルバイトの子とかもやっぱり結構お笑いが好きな子多いからだからここで働きたいとかあるんですか？ほんならもうみんな知ってるから若い子が誰々さんですみたいな。そうそうかここで働くと会える可能性も高いですよね。確かにそれは理にかなってくる。ソースはやっぱりこうちょっと特徴あるのかなと思ってます。ちょっと甘みのあるのかなと思って。そうですね。玉ねぎとか野菜とかの甘みが。そうですね。やっぱり一番の特徴はオムライスですか？一番はオムライスですね。とにかくやっぱり料理全般に手作りでやっぱりこう真心込めて作ってるんで、ぜひ一度食べに来てくれたら嬉しいですね。ありがとうございます。お名前となんか表記は店長さんというか、松本さんで店長です。店長と店長と松本です。松本さん、よろしくお願いします。お客様。
ありがとうございました。大体基本1面なんですけど、どんどんオーダーが入ってきたら次スタンバイしてみたいな、焼きながらスタンバイしてって忙しい時でも、まあ、1面ずつ。そうですね、大体これ1面ずつ焼きます。はい。そうですね、生ダコなんで、足の部分のいいところばっかり、頭とか入ってないんで、美味しいとこばっかりですね。今まで気づかず食べてます。知らないですもんね。そうですね。生ダコなんで、出汁が出て、美味しいの。
ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。
油一つ。一つでいいです。僕も。一つ。マスター入りきください。どうも。チューハイください。チューハイもう一本ください。いや、やめるんだよ。通貨戻ってくるわよ。休みじゃない。休みじゃない。じゃあ、ホルモン4本入れます。これも4本。うん。あ、ごめん。チューハイ2本ください。バナナ。ありがとう。すみません。他の人にどんどん言われていきます。ホルモンと肝ください。ホルモン2ください。小学生けど、言うとかって多分ね。初めて来たら分からへん。言うたもん、言うとかんちゃうから。あどうも。
じゃあ肝にちょうだい。衣もに。ありがとう。お前とじゃなかったら皮口を。皮だけで。一本で繋がってる。噛みちぎらんとってやる。どうした？時代が変わった。結局出てきたんや。そう出てきた。だって2年後じゃん。お前こうやって大阪行こうとしてほんまな安い。じゃあまた入ったら酎ハイ2本ください。いかがですか？あ。
油って油もある。全然食感ない。どっから仕入れるんけぐらいな。この粉油を。衝撃やった。衝撃感じだね。そのコメントだけ聞いてからなんて言うて帰るから聞いてから俺は聞いてから。めちゃめちゃもう大事や。一番大事。おらんね。楽しいコメントもあってこう。それだけ聞いてからお会計。うまい。めっちゃうまい。うまい。めっちゃうまい。めっちゃうまい。うまい。バウンドなんでバウンド。うまいと思う。なんで自分でバウンドするの？俺なんかつけときたいもんね。あ、全然セルフなんでもう。いやいや大丈夫です。うまい。うまい。違うわ。そういうことやめろ。違うわ。よかったらどうぞ。あ、大丈夫です。消そう。はい。どうぞください。ありがとう。すみません。ごちそうさん。すみません。ありがとう。ごめんな。やばいなこれ。ごちそうさん。だいぶ久しぶりですもんね、今日。58日。58日数えてる。ああ、長いトンネルだった。体なまっちゃうんじゃないですか。いや、もう朝一番行く道間違えてもうたがな。あ、まだ帰られてる。もう、そうですね、もうちょっとかかる。ごめんなさい、順番にもお話しします。すみません、ごめんなさい。再開したんで、皆さんでね。はい。あ、ありがとう。ありがとうございます。すいません。はい。あとトロブツレ。山ちゃんは？イカ。イカ行って。山ちゃん。その 0.5 2セットまで聞いてます。0.5。よく1個やったら3300円より3100円で買うてきたウニ。いや、原価全部言うよ。秋葉原デパートね。私さん秋葉原デパート知らない。聞いたことあります。はい。ビスが残ってて、多分今築地に私住んでた時の目の前の温泉が一緒で、こんなやっぱり電車は怖い。あ、もう怖いもん。あ、まだ怖いもん。おむつ入れて。いいやろ、新橋。おむつ取ったらまたいいじゃん。もう電車乗るときはな、いつも俺とかおむつしてんねん。はい、スイッチお願い。すいません。
何してたん？長い休みが。何をしてたんですか？こもり。新しい原稿ですね。賞味期限切れてるじゃん。賞味期限切れてる。いや、2ヶ月ずっと置けませんから。ありがとう。焼きが6でしたか？こっちが1かけ4聞いても。どうですか？プリンプリン。これがね、登るのが下から登ると大体。いけますけど、ゲソはほんなら別でちょっとあったかいんで。生でそのまんま。スタリアからこの辺にしめると。うまいですねこれね。肉みたいな。はい。この僕が同じもね。やっぱお仕事さお店がやってる方が楽しいですか？仕事は嫌やながらするよりも楽しいやった方がいいんちゃう？そうですね。あざす。I think forever. Yeah.